皆さんこんにちは、ゲオです。今日は群馬県にあるフィールドライフさんに来ています。私の目の前にある車、これはですね、フィールドライフさんのニューモデルココンです。今日はこの新しいモデルについてご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。フィールドライフは群馬県にある創業35周年のキャンピングカービルダーです。このニューモデルココンは日産クリッパーをベースとした軽キャンピングカー。ちなみに日産クリッパーというのはスズキのエブリーの OEM 車種です。フロントはこんな感じで、メッキパーツがねあって、ヘッドライトも今回のモデルチェンジから確か LED になってるはずなので、結構ね商用車らしからぬ顔つきになってますね。そしてフィールドライフさんのおなじみのポップアップルーフが備わっています。屋根の部分には200ワットのソーラーパネルが備わっています。今日はね雪が降った後でとってもいい天気なので、めちゃくちゃね発電してくれると思います。じゃあまず外観を見ていきましょう。カラーはグリーンっぽいグレーになっています。なかなかかっこいい色ですよね。こういう色はキャンピングカーっぽくってなかなかいいんじゃないでしょうか。スライドドア側面には網戸が備わっていますね。夏の時期とかもこの辺を開けてもよく換気ができそうです。後方に回ってみるとこんな感じ。さっきも言いましたが、ベースは日産のクリッパーなんですが、スズキのね OEM のエブリーという風な車種なので、エブリーってねアフターパーツがかなり充実しているので、こういったところとかもね、テールライトの部分アフターパーツで LED とかに変えてもいいかもしれません。はい、ここの部分ねココンのエンブレムがあります。ココンというのがどういう名前かというとですね、今までのフィールドライフさんの軽キャブコンのバロッコ、そして軽バンタイプのココシリーズが存在していました。このココンという車種はそのココシリーズの流れを組む軽バンタイプの軽キャンピングカー、車中泊車という風な位置づけです。これね展示車なのでまだナンバーがないんですけれども、ここに謎のラジエーターみたいなものがありますよね。これはですね、この後紹介しますが DC12V のクーラーの室外機になります。ここねもともとねスペアタイヤがあったスペースなんですけれども、スペアタイヤを外して、そこに室外機を入れ込んでいます。室外機かなりちっちゃくなりましたよね。今までハイエースのスペアタイヤのスペースに室外機を乗せるタイプの、DC のクーラーとかって今までよくありましたけど、軽のねこのスペアタイヤスペースに備えられるようなサイズ感の室外機が登場したのはすごく熱いことですよね。車中泊車におなじみの外部電源取り入れスペースがあります。右側は左側とほぼ同じですね。スライドドアの部分には網戸が備わっている、そんな感じです。それではこのまま運転席に乗り込んでいきましょう。運転席に乗り込んでみるとこんな感じ。エンブレムがね日産に変わってます。最近の車もうメーターが軽バンなのにスピードとタコメーターまで刻まれてるんですね。そしてこの車プッシュスタートまでついています。その他なんとパワースライドドアも左右ついてます。ベース車は4駆、そしてアイドリングストップまでついています。なんかもう乗用車みたいな装備ですよね。スイッチパネル左側を見てみると、この車は四輪駆動のタイプなので、リアのヒーターダクト、運転席のシートヒーター、さらにはエアコンはなんとオートになっています。こちらもねさっきの通りオートエアコンにプラスしてリアのヒーターダクトまでついているので、前の席も後ろの席もあったかく過ごすことができます。これね種車の話で申し訳ないんですが、 USB のソケットとかね、 USB-A のタイプと USB-C のタイプ両方ともついていて、もうこれ商用車なのに
すごい装備ですよね。助手席の方を見渡してみるとこういった形です。今は助手席のシートを倒している状態です。こんな感じでテーブルモードとして使うこともできるんですね。バロッコについているカーテン、こちらが装着されていて、ここを引っ張るとこういった形で左面のカーテンを閉めることができ、右側もね同じような形で、閉め方が雑なんですけど、こういった形で、はい、運転席を全周取り囲むようにカーテンをすることができます。これでね、ちょっとした休憩の時もプライバシーを確保した状態で休憩をすることができますね。皆さん気になる車内、後席はこんな感じになっています。これから行ってみましょう。パワースライドなんでドアがリモコンで開けられますね。車内に入るとこういった形、広大なベッド空間がこのように広がっています。横方向はほぼ車幅いっぱいまで、このスライドドアの端の部分からもう片方端の部分まで横方向広がり、ここにねキャビネットがあるんで足元空間は少し狭まるかなと思います。長さ方向も運転席後ろギリギリから荷室端まで少なくとも170センチくらいは確保されているのかな。はい、そのような形で結構広大な空間を確保されています。そして目玉はこれですよね。これクーラーです。 DC12V で動く車載クーラーなんですね。こっちには操作パネル、このしつらえすごくないですか。バックドアの上の鴨居のようなところにクーラーが備わってるんですよ。大きさ見てください。だいたいね手のひら広げてるんであれですけど、手一つ分くらいの大きさの中にクーラーの室内機が収まっています。もう車中泊なんかはね、こういったクーラーがないと絶対できないような気候になっているので、これは嬉しい装備ですよね。クーラーを動かすために必要な電力、この車は300アンペアのリチウムバッテリーを備えています。そしてクーラーだけじゃないんです。こちらには FF ヒーターのコントロールスイッチがあります。そう、夏も冬も快適に過ごすことができるんですね。ちなみに FF ヒーターの本体は車内下、ここに椅子を倒してあるんですけれども、こちらの部分に FF ヒーターが備わっています。こっち側が吸気で、排気側は向こう側ですね。これね、足元に存在してるんですけど、フェルトがね貼ってあるちょっと金属みたいなやつで外を囲んでるので、ちょっと足を乗っけていいかわかんないですけど、本体はよく守られている、そんな感じですね。で、後席の足元空間に関してはこのような形でもう種車そのまんまのサイズ感になっています。ここをベッド展開をした時は、このベッドの面から足元のここの部分全部収納として使うことができますね。かなり広大な空間が広がっています。ちなみにマットを跳ね上げて椅子を起こしてやると1席登場します。これで今3人乗りのモードですね。同じくベッドマットはここに乗っていて、これを取れば4人目の席を作ることもできます。そうすると運転席、そして今倒れているこの助手席後ろのもう1席、そして4人目のもう1席ということで、この車は車中泊仕様ながら4人が同時に乗ることができる、そういった仕様となっています。これはね、どちらかというと普段使いを意識した作りですね。じゃあ引き続き車内ベッドモードを紹介していきましょう。乗り込んでいきます。靴を脱いで車にもともと備わっているステップを踏んで、よいしょと。ベッドマットにはこのように切り欠きがあって、乗り込みも楽々行うことができますね。ドアも自動で閉まる。私が入ると車内はこんな感じ。結構広々あるように見えますね。車内のインテリアは
シンプルな作りになっています。電装系が集約されたキャビネットがこちらにあり、先ほどご紹介した通りサブバッテリーの操作系や FF ヒーターの操作、そしてこちらには引き出し式のテーブルがありますね。はい、こんな形でテーブルとして使うことができます。こちらのキャビネット上には DC12V の電子レンジが備わっています。この車のコンセプトは気軽に行ける車中泊車。なんとインバーターは積んでいないんです。車内のシステムはすべて 12V で構成されています。はい、こんな感じで電子レンジですね。車内はねちょっと小さめです。コンビニの430円くらいの幕の内弁当がギリ入るかなぐらいの感じなので、これレビューとか見てると、物によってはね紙皿とかに物を出して温めないといけないみたいなことが書かれていたりするので、ちょっと用途を選びますが、でも電子レンジがついている、これはなかなか熱いですよね。駆動は 12V で駆動しています。そしてこちらのクーラーも同じく 12V 駆動ですね。その他電装的な装備としては、こちらの部分にソケットが備わっています。 DC12V のシガーソケットが備わっています。上の部分には 100V のコンセントのソケットはあるんです。ソケットはあるんですけど、この車はインバーターが搭載されていないので、外部電源につないだ時に使えるコンセントです。で、さっきフィールドの方から伺ったんですが、ちょっとこの位置にね、この DC のソケットや 100V のコンセントがあるのは若干使いづらいだろうというふうなところで、このキャビネット下のね、この辺りに移設するかもねというふうなことはおっしゃっていました。この辺は比較的柔軟にできるようですね。反対側はこのような形でちっちゃな棚が備わっています。ちょっとね、こんな形で若干深さがあるようなちょっと小さな棚がついています。ここにスイッチがついてるんですが、これはこの下の部分の間接照明のスイッチですね。足元照明ってやつです。他リアのクォーターウィンドウの部分にはパンチングボードがついています。この辺はね、何かをこう引っ掛けてあげることができます。反対側も同じような形でパンチングボードがついていたりしますね。ベッドマットは持ち手がついていて、このように引っ張り上げると広大な空間が出現します。なんとこの部分にもちっちゃな収納があったりします。この広大な空間をどのように使うかはもうオーナーさん次第ですね。一つの例ですが、こっち側のマットをこのようにずらしてあげて、ちょっとどこに置いてもいいでしょう。このような形でね、背もたれチックに使って、よいしょ、この空間のところに足を入れてやると、こんな形で車の中で足を下ろして座ることもできます。さっき見せたテーブルを引き出してあげると、ここで簡単な食事ぐらいはできそうですね。ちょっとね、場所的にここに足を入れるじゃないですか。そうするとね、真横にエアコンがあるんですよ。なのでこのテーブルに向かって真正面にこう座ろうとすると、こうね真横にこうクーラーがあって、ちょっとわけわかんない状態になっちゃうので、座るときはこんな感じでね、少し斜めに座ってあげて、さっき展開した後ろのマットのところにこう腰をかけてやると。そうすると足を下ろした状態で少しこう休憩をすることができます。これも使い方の一つかなと思います。寝転がってみましょうか。こんな形で、私168センチほどあるんですけれども、綺麗に縦向きに寝ることができます。隣にも、一応ね、もう一人寝れそうっちゃ寝れそうなスペースがあるので、2人こうフロアのところに寝ることができますね。こういった形で片側だけベッド展開、もう一方は椅子を出しっぱなしにするって、そういう風な使い方もできます。気になる頭上空間の話です。ポップアップをこのように上げていると、空の方面はかなり余裕がありますね。さっきのようにこう足を下ろせるようなモードにしておくと、ここで立つこともできちゃいます。反対側を見てみると、今度は2段目のベッドが出現します。
ここねパチパチと止まってるだけなので、これを外してあげて、これを引き出してあげると、そうすると天井側にベッドが出現します。天井側にねベッドを展開した時の頭上空間はこんな形で、こうベッドのねこのマットの上に座った状態で頭がねついちゃいます。背筋を伸ばすとこんな形で伸びちゃいますよね。なので背中をかがめると頭がつかないかなって感じですね。ちょっとねこの状態にするときはもうキャンプ場とかでこう何人かでね寝るときだけだと思うので、寝るときは我慢してくださいねっていう風な感じだと思います。一応上のベッドを見てみましょうか。上のベッドに上がるときはこのように持ち上げてあげて、ここからよいしょと。高齢の人はね無理ですねこれ。よいしょ、こんな感じで上に来れますね。どうでしょうか。結構ねここ狭いんですよ。狭いですけどね、ここでねこういう風な格好をすることはできます。でちょっとこれね後でフィールドさんに要望をお伝えしておこうかと思うんですけど、これね2階の電気、この電気がねここから操作できないんですよ。よくあるのがここがタッチスイッチとかでこう調光ができたり消せたりするんですけど、これね2階がね2階からここの操作が全くできないので、2階に上がった状態で電気消したいってなったらどこからもこれ消せないんですよ。で1階の方にスイッチがあるので、この辺はねちょっと要改善のポイントかなと思います。おすすめの使い方はね、ここの2段目のところにこう物を置いて、こう物置みたいな代わりに使うといいかもしれません。車中泊の時は何かとね荷物がかさみがちなので、全部ねこうやってベッドの上にいろいろ出したままだと寝づらいので、ベッドの上のものをね全部この上のところに上げてやると、下のフロアのところがこうね広々と使うことができるので、そういった使い方をするのがいいかもしれません。その他細部の紹介です。助手席の後ろのピラーの部分にはこのような形でライトが、運転席の部分も同じです。でこのね上のベッドを展開すると下の照明がなくなっちゃうんですよ。上にこうやって照明がついてるので、そのためここにちっちゃな間接ライトがついているのと、あとは反対側クーラーの横の部分にはこれねバロッコにもついてるんですけど、こういう LED ライト、そしてこっちはね車両本体のあれですね、ルームランプ、これがついています。これね実はねこんなところについてると割と便利で、普通に普段使いをしている時にこっちのね荷室側を照らすランプってないんですよ。ここでねメインスイッチをこう入り切りしてあげると、こっちのね荷室側のランプを、荷室側の明かりをつけることができるんですが、それよりこの車両本体についているこういったルームランプがあると、ここドアランプとかに設定しておけばドア開いたら光ってくれるので、こんな感じでね、これもねまた便利な使い方かなと。外からの視線を遮るカーテンはこのような形で、左側リアのウィンドウ、右側、そして冒頭で紹介した通り運転席助手席あるので、全周を取り囲むことができます。ただ冬の時期はねカーテンだけだと視線を遮ることしかできないので、外付けでね銀シートみたいな、これ車種専用でいろんなところに売ってるので、銀シートで目隠しをしてやると断熱性も上がっていいのかなと思います。で断熱の話でいくと、こういったところはねこう鉄板むき出しなんですよ。はい、なので晩婚にありがちなこう悩みなんですが、どうしてもタネ車はそのまんまこのね金属を使っているので、寒さとか暑さとか断熱性は低い、そう言わざるを得ません。特性をねよく理解して使うのがいいのかなと思います。はい、本日はゲストをお招きしています。フィールドライフの大石社長です。実はですね大石さん、この1月に社長に就任されたとのことで、
よろしければ自己紹介の方いただいてもよろしいですか？はい、この度1月より代表取締役として務めさせていただくことになりました、大石純也と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ココンを見させていただきました。待望のニューモデルというふうなことで、私もいろいろ楽しく、拝見させていただきました。ありがとうございました。はい。それでちょっと伺いたいんですけれども、ココンの方は一言で言うとどういった車両でいらっしゃいますか？はい、ココンの方はですね、今までありましたココシリーズというモデルがあったんですが、こちらは、従来、今内側をお作りしていますバロッコビータという、ちょっと本格的なキャンピングカーの路線からは少し外れまして、フィールドライフのエントリーモデルというような形で、車中泊モデルを目指して、お作りしたモデルになっております。その中でもこの国産品質でポップアップルーフですとか DC クーラーですとかフラットベッドというところの皆様がお求めになる装備を付けさせていただいたというモデルになっております。ありがとうございます。はい、車中泊仕様というふうなことで、結構こうベッドキット的な形のフラットのベッドに加えて、FF ヒーターもついてるし、エアコンもついてるし、というふうな形で快適にこう寝ることができる車中泊の醍醐味を味わうエントリーモデルとしてとても面白い車両だと感じました。はい、ありがとうございます。今回特に女性目線でお作りしたところも少しありまして、デザイン的にこう温かさだとか、ちょっとおしゃれさを感じていただけるような色合いにして、男性の方だけでなく、女性の方、奥様、あるいはワンちゃんと一緒に楽しんでいただけるような、そんなモデルを今回目指しました。左右のね、後ろのクォーターのウィンドウのところにこうパンチングボードがねついていて、あそこら辺って多分いろいろこう100均とかでかけるやつとか多分あると思うので、なんか楽しくカスタマイズ可愛くできるのかなと思いました。そうですね。うちも最近バロッコビータも同じように作っているんですが、ちょっとお部屋作りを楽しんでいただきたいようなところもありまして、実用的な要素ももちろん大切だとは思うんですが、やっぱりインテリアを楽しむみたいな、そんなところもやっていただけたらなと思っております。なんかロビーが多分天気だった感じですよね。あそこのロビーのインテリアってすごいキャンピングカー良い意味でキャンピングカーっぽくないじゃないですか。そうですね。すごくいい車両を見させていただきました。はい。それでは最後に大石さんにお伺いしたいことがございます。この26年の1月で新たに社長としてご就任をされて、新体制としてこれからどういった会社にされていきたいでしょうか？まずは先代社長の思いであった良いキャンピングカーを作りたいっていう思いはしっかり引き継ぎながら、それをお客様にどうやったら知っていただけるか、届けていけるかっていうところを一番に考えながら、フィールドライフというブランド作りをしていきたいと思っております。そのためにはやっぱりお客様に知っていただけるための、YouTube ですとか SNS での発信力を高めていったり、よくお見かけしてます。ありがとうございます。あるいはお客様に届ける際に、うちの製品が、こういうところがお客様に合っていると思いますというところとか、お客様が本当に見た時にワクワクを感じてもらえるような、楽しんでもらえるようなそういうブランド作りにして、で我々自身も楽しみながら、そのブランド作りに参加していけるような形のそんな会社にしていきたいなと思っております。ありがとうございます。お客様と一緒に作り上げていくような形ですかね。やっぱり使ってみて初めて分かるのってすごくいっぱいあって、私ももうバロッコ乗って丸5年経ちましたけど、ここすごい使いやすいなとか、こここうだったらいいのになみたいなのがよく出てくるので、そういったお客様の声を大事にされていくのはとてもいい方針なのかなと感じました。ありがとうございます。本日は、フィールドライフさんにお伺いをしました。大石さん、お話をありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。最後にこの車の価格の方を見ていきたいと思います。今ね、手元に価格表を持っているんですけれども、標準装備として売っているパッケージ、それぞれお値段を紹介していきたいと思います。この車は2輪駆動、そして4輪駆動、どちらも選ぶことができます。2輪駆動のモデルに関しては参考価格456万円、
4輪駆動のモデルに関しては参考価格471万円からのスタートです。ここのね、中には 12V のクーラーであったり、リチウムイオン 300A、走行充電、そして外部の充電、給電システムなど、この辺りでね、紹介した装備が大体含まれている感じです。別になってしまう装備というのは、例えば先ほどご紹介した電子レンジ、ナビゲーションとかですね、カーナビ、この空についているソーラーパネル、こういったものは今のところ別売のオプションになっています。そうですね、どれくらいだろうね。ちょっと私のね、想像になっちゃうんですけど、だいたいこの辺り電子レンジとかソーラーパネルとかナビゲーションとか全部つけると、乗り出しでね、500万円後半くらいになってくるのかなと思います。はい、そんな形で、フィールドライフさんから発売しているココンという車中泊使用車、こちらのご紹介でした。ベースはね、クリッパーというエブリィの OEM モデルを使っていて、全体的に 12V のこういった 12V のクーラーや 12V の電子レンジ、これらがこじんまりとうまくまとまったパッケージになっています。これはどちらかというとキャンピングカーというよりかは気軽に使える車中泊車というふうな、そういった位置づけです。なので水道とかありません。インバーターありません。最低限の装備にはなっていて、どちらかというとベッドキットを装着した車中泊カスタム車みたいな位置づけになっています。ただ一方で別の魅力があって、この車は車中泊ができる。それにプラスしてこの元の車であるクリッパーと同じく、4人がね同時に乗車することができます。4人乗車、そして運転席周り、この乗用車チックな装備の数々、こういった装備がありながら車中泊もできる、そういったパッケージになっています。これね、刺さる人には刺さるようなパッケージなのかなと思います。普段使いもしながら時々使える車中泊車という風な形でいかがでしたでしょうか。気になった方はぜひフィールドライフさんへお問い合わせください。この動画が良かったと思う人はグッドボタン、そしてチャンネル登録のポチもぜひお願いします。今日の動画はここまで。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。